みんなが持ってないものとかそういうような感じもあるかもしれないですね。本当にこう選べるもののチョイスが非常に多いのかなというふうに感じます。日本ならこのまま歩いてても職質されるぐらいで済むんで結構自由だと思いますね。Hey guys and girls on Ask Japanese, it's Kat the Cat, and today we've come to Brilliant Star Decorations, and the topic this time is Poison Garden. That's why you can already see flowers behind me. This event goes about fashion but also about music and musicals. Quite interesting. We've got quite an interesting mix of people here, and we're going to ask them what is actually the difference between Japanese and foreign fashion. Which of those is actually more free or gives you more freedom of expression? That might be an interesting question, so let's go and ask Japanese. ブリリアントキングダムのボーカル、そしてトリプルフォーチュンのデザイナーのカイエです。同じくブリリアントキングダムのボーカルで、そして、ここ2人でブリデコの主催もやっています。また、ブリデコの方のシナリオおよび演出なども手掛けてます。バビです。海外にあるファッションと日本のファッションを比べてどっちの方が自由がと思いますか？自由さですか？なんか自由さの種類が違うと思うんだけど、海外はこういろいろお洋服を手に入れること自体が難しいので、限られた中でのコーディネートがすごい上手だなって、あとカラフルかなって思う。カラフル、確かにね、すごいカラフルだし、こう色の使い方がちょっと日本と違うところがまた海外へ行っててすごい楽しいところ、日本の方は逆に選べる自由があるので、いろんなものを手にできるんだけど、その分こう流行とか、あといろんなみんなが持ってないものとか、そういったものを一生懸命若干競うような感じもあるかもしれないですね。海外のファッションを見て、そして日本のファッションと比べてどっちの方が自由だと思いますか？そうですね、やはりその自由度というところを考えますと、その日本のファッションなのかなというふうに感じております。実際に私どもがお勤めしますそのお屋敷、羊喫茶スワローテールにおきましても、やはりこうお嬢様方がお帰りいただくお姿も、やはりこうした本当に可愛らしいお姿であったりとか、そこからもっとやはり皆様こう本当に自由度があるのかなという幅があっていいなというふうに感じておりますね。海外のファッションと日本のファッションを比べて何が一番違うと思いますか？なんでしょう、一番の違いというのはなんかすごく難しくて、私もそういうファッションには疎い方ですので何とも言えませんけれども、なんか縛りがないといいますか、本当にこう選べるもののチョイスが非常に多いのかなというふうに感じます。例えば我々がこの国の方っていうのを想像した時に、なんとなくポンって出てくるものっていうのが固有であると思うんですけれども、じゃあその日本ではって言った時に本当に一つポンって出てくるものではなくて、こういう方もいるしこういう方もいるしっていろんなものが出てくるので、それだけこう選択肢の幅の広さというのがあるのかなというふうに感じています。自由度は海外の方が高い気がします。そうですか？なんでだとそう思いますか？日本でやっぱりこういう格好をしてるとすっごい見られるんですよ。あと盗撮に遭います。どうでしょう？どう思いますか？そうですね、その地域によっても海外でもなんかその地域によって違うのかなと思うんですけど、なんかそのこういうゴスロリとかのイベントがあるような国だったら、なんか別に来ててもそんなにいいのかなと思って、だからそれを思うと海外の方が自由なのかなと。日本ではどこで自由このファッションを楽しむことができますか？それこそ今日みたいなブリデコみたいなロリータのお茶会とか、そういう時かなっていう感じはしますね。どう思いますか？そうですね、やっぱりイベントとかそういうお茶会とかじゃないと、やっぱりちょっとあんまりいないかなっていう、一人ではちょっと楽しみづらいのかなっていうところはあります。海外、国にもやっぱよるけど、でもなんか日本の方は結構いろんなジャンルのファッションを楽しんでるかなと思うので、自由度で言ったらやっぱ日本の方があるのかなとは思います。日本のファッションで一番自由になんか着られる場所とかイベントとか、なんかそういうのありますか？原宿ですかね、やっぱり、原宿いろんな服着てる人いると思うんで、私も原宿かなって思います。なんか私から見ると一見海外の方が寛容な気はするんですけれども、でもお話を聞いてると
ごいロリータ文化に関しては海外の方が難しいっていうのはよくお伺いしますね。どういうところが難しいって聞いたことありますか？場所だったりは海外の方がすごく似合う西洋的なものとかあると思うんですけど、そもそものお茶会とかそのイベントがかなり数が限られて、誰かが主催しないとまだまだ数が足りてない。日本は逆にイベントの他にもロリータさん同士、お友達同士でお茶会とか頻繁に行ったりとかする習慣があるので、そのあたりですかね。ちょっと個人的にはそう思うんですけれども、例えば海外なんかだと学校で制服がなかったりとか、そういうイメージはすごくあるんですけど、やっぱ日本は学校とか、そういうところで制服が結構浸透してて、で意外と自由かっていうとそうでもなかったりする。特に衣なんかはそういうところで外に出た時に結構自由を謳歌して、例えばコスプレだったりゴスロリだったりっていうファッションに傾倒しやすいっていう傾向はあるかもしれない。自由かどうか、どっちが自由かというのはないと思います。私はどちらも自由だと思います。海外と日本の違いというのはコンテンツの差だと思います。日本の方がより多彩なコンテンツがある。海外だとやっぱり旗から見てるとなんか画一的なファッションショーに出たものが全てなんだみたいな傾向にあるのかなっていう、自由さの違いではないと思いますね。やっぱり日本の方がなんかそういう自分の好きな格好をできる場所が多いんじゃないかなって思います。例えばどこですか？それこそ原宿とか行けばちょっと会社に着ていけないような格好でも全然普通に受け入れてもらえるし、それこそハロウィンとかそういうところでもなんかはしゃいでしまう国民性だと思うので、やっぱりそういう機会っていうのは多いのかなって思います。海外も日本もあまりファッションというところでは自由さは変わりがないのかなとは思いますね。ただ最近では多分宗教とかの関係であんまり楽しめないとかもあったかもしれないんですけど、でも最近はそこでも自由になんか綺麗な花柄のストールを巻くとかっていうところも見かけられるので、あまりそういうところはなくて、自分が楽しいと思えるものを楽しめるっていうのはどこの国でも一緒なのかなとは思います。どちらも自由だとは思うんですけど、他の人の方の目っていうのを気にされるのはやっぱり日本は多いと思いますけど、でもやっぱり迷惑をかけず社会的なルールにのっとって着飾っていればどちらも自由でいると思います。洋服の偏見とかそういうのに対しては海外の方が自由じゃないですかね。日本だと制約があったり周りの目があったりしますからね。私も昔はゴスロリ着て家出るとちょっと恥ずかしいからお洋服隠して出てとか言われたりしたので。隠してって言われたんですか？言われたんですよ。誰に？母親に。私自身は言われてないんですけど、友人がその格好で歩くのやめてって言われたらしいですよ、母親に。母親が結構厳しいってことですかね？厳しいというか目立つからやめてみたいな感じじゃないですか。あんまり目立つ格好はしないでっていう感じですね。もうだって普通の服着て行ってきますって出て行って、でカバンに服入れて向こうで着替えて友達と歩いてまた帰る時に着替えてみたいな。でもやっぱり母親さんは何考えてるの結構気にすることなんで、そんな感じですね。昔は結構日本がわーって先に発信してたと思うんですけど、今は海外の方の方がちゃんとなんでしょう、着てられる方が多いと思います。インスタとか見てると。外国の方は本当は日本人の人の目指してるロリータって金髪だったりなんかブルーの目だったり外国の白人の女の子とかフランス人形とかそういう白人の方の文化に憧れてるところから変化してこういうロリータファッションになってると思うんで、やっぱり白人の人が着ているロリータを見ると本当お人形さんみたいいいなって、そうすごくうっとりします。いいなって思います。海外の方が自由だと思いますか？今は海外の方が流行ってると思います。私はもう2つのもう海外も日本も
どっちも素敵だと思うんで、私も海外の子とかのファッションも好きで見て、インスタグラムとか YouTube とかメイク動画とか見たりして勉強するので、なんかお互いのいいところを取り入れてて、もうどっちも素敵だと思います。同じになっちゃうんですけど、どっちも楽しそうで綺麗だと思います。どっちの方が自由があると思いますか？自由で言ったら確かになんかこうあんまり批判されないってきたら日本かもしれない。やっぱり治安的にもやっぱ目立っちゃうと危ないとかもあるかもしれないですけど、これからどんどん改善されていったらいいなって思います。日本ならこのまま歩いてても職質されるぐらいで済むんで、結構自由だと思いますね。日本は結構おとなしい感じはしますし、向こうは大胆なところがあるので、そこがやっぱり日本からすればコーディネートの幅研究にはなると思ってます。自由なのは両方なんか方向性が違うことで自由ではあると思うんですけど、なんだろう、好きな格好をして批判があるのはどこも一緒かなっていう思います。私はその海外日本っていう分け方というよりはその人それぞれでやっぱり違うのかな。外国の方もこのロリータファッション好きな人もちろんいらっしゃると思うので、やっぱなんか海外日本っていうよりは私的にはその個人個人で好きなそれぞれ好きなその服があるのかなって思います。でもなんか自由に今インターネットで調べられるから、みんなその幅は広いのかなと思います。ですね、今結構皆さんいろんなところから情報を取り入れてらっしゃるんで、お互いに海外も日本も影響し合ってどんどん変わってきてると思うので、ちょっと私もずっと見ながら今度どんなものが入ってくるのかなとか、これ外に出ていったのかななんていう感じで見てます。ありがとうございました。So where do you actually have more freedom of fashion, abroad or in Japan? There seems to be different ideas out there, and I guess a couple of people have never been abroad to experience this. Personally, what I can say, in Germany is pretty much not much freedom of fashion. People dress down a lot and don't dress up as much. Well, in the UK there was more freedom of fashion. I could walk around like this in Lolita fashion without getting negative comments. In Germany I got quite a lot of negative comments. In the UK not as much, but still in European countries what I've seen, you always go with the safety in numbers, which means if you are not comfortable going out on your own in a certain fashion style, then you do it together with friends. So that's a lot of fun though, because you also make friends. In Japan, however, freedom-wise, you can walk around like this on your own and you will not get negative comments. People will generally say nice things, people will not attack you, people will actually just accept your style. Obviously, if you go out on the countryside, you'll get a lot of looks, no matter if you're foreign or if you're Japanese, if you dress in a different style, but still people won't attack you, which gives you more freedom to express yourself. And if you happen to be in a place like here, Harajuku, you might find like-minded people and make new friends. And again, there are loads of events you can also join in Japan and abroad. So I hope you enjoyed this video. I'll catch you soon for another video on Ask Japanese.